皆さんおはようございます。ちやまるこです。はい、そんなわけで今日は5月14日の土曜日なんですけれども、この前刺し目から根が出たじゃないですか。で、培養土に植えて2週間経ちました。で、新しい刺し目ももちろん2週間経ったんですけど、なんと見てください、生きてます。でも弱ってるのもあって、でも死んだの。そうよくご存知。そうなんですよね。この2週間ね、マルコがどんな風にお世話をしてきたか、もう本当1回目よりもはるかに超楽ちな生活を過ごしてきたんです。で、私の動画を見て刺身やってみますとか、早速買ってやりましたっていうお声もいただいたので、皆さんが私みたいな失敗をしないようにこの2週間をサクサクっとご紹介したいと思います。で、最後はこの刺し目から根が出てるか見てみたいと思いますので、皆さん最後までお付き合いください。では刺し目の方からよーいスタート。魔の3日間を乗り越えたので水からあげます。ここで管理します。水やりは土が乾いたらするようにしてます。まあ言うても2日に1回はしてます。霧吹きは毎日してます。刺し目して12日目です。ちょっと元気がないのでミニレールで水やりしたいと思います。ちょっと3分の1だけ。2週間経った刺し目です。今日ね、じーっとよく見てたんですよ。そしたらこれ木工バラなんです。で、私ずっとパーゴラの下で管理してたじゃないですか。で、枯れた木工バラが下に落ちて、で刺し目の上に乗ってたんです。その乗ってた木工バラからカビが生えました。それでここ見えます？さっきのカビた木工バラがここに落ちてて、取ったらカビが映ってたんですね。横の葉っぱはね、ポロって取れちゃいました。で、前回の成功した刺し目と今回の刺し目の大きな違いなんですけど、前回は水のつけ置き生活2週間あって、そこから水からあげて12日後に根が出たんです。で、今回は3日間だけつけ置き生活をして、で水からあげて、今日が11日目なので、1日しか違わないんですけども、根が出てるか確かめたいと思います。ドキドキ。水やりは毎朝たっぷりあげました。25度を超える夏日があったので、そんな日は明るい光に移動しました。そして11日目、なんと新芽を確認できました。脇芽から新しい芽が出ました。でも根っこが出てなかった一番弱い子は枯れちゃいました。見てください。このピンクの垂れ下がるお花枯れちゃいました。でも4日前までね、同じぐらいに元気だったんですよ。もう急に枯れちゃって、もう完全なる根腐れです。同じ日に水やりしてるんですが、全然乾いてない。めっちゃ乾いてる。これから乾くみたいな感じなんですが、どうしました？自分で用意して遊んでんの。ほんま楽しんでんの。いいや、遊んでて。で、私ね、毎日同じように水揚げしてたんですよ、全部。そうしたらやっぱり、数量が違うんでしょうね。もう根腐れしちゃいました。もう根腐れの達人なんです。私ついつい水あげすぎちゃうので、皆さん気をつけてくださいね。で、今日はですね、
本当は植える場所があったらもう植えていいお年頃だと思うんですよ。ただ私植える場所がなくて、で花壇も作れてなくて、もうちょっと枝数を増やすためにこの上らへんの頭ピョッとちょん切りたいと思います。あと見てください、ほらつるバラ、ポンポンねだっていうバラのねつる花いただいたんです。でもバラってすっごい敷居高いんですけど、植えたいところ決まってるんですよ。でもまだ作れてないのいつ、はい、その感じでカットしていきます。ほら見てください、これ超脇芽生えまくってるので、ちょっとね脇芽を伸ばすためにこのてっぺん、ごめんなさい、チョキン、これもこの辺りでチョキンチョキン、このぐらいカットしました。こんな感じになりました。ちょっと不安なやつはやめときました。なんかもう死んだら嫌だったので。乾いている土だけ水あげます。ほんと水やりって難しいですよね。どのぐらい、それ毎日そうだね、あげすぎたのかな。だよね。あと見てください。ここにね、ビニタイしてるじゃないですか。これね、この前、根っこが出てるか見たときに、根っこが出てなかった子たちなんです。で、ちょっと分かるように私が、はい、この子たちは根が出てませんので、これから根付きますでしょうかっていう意味を込めて、ビニタイで印をつけてたんですけど、こんなに大きくなりました。で、この子たちとまだいるんですよ。ほら、ビニタイの子。ほら、こっちもビニタイの子、大きく育ちました。ってなわけで、やりますか。果たして、根は出てるのか。はあ、ちょっと待って。もうすでに見えてる。ちょっと待って。ほら、見えます？根出てるよ。すごいね。すごいね、ほら。ほら、行くよ。ほら、ほら。ほら見て、見えます？すごい、なんか前と違う、なんかすごい。ちょっと待って、もうどんどんいっちゃうかね。ちょっと待って、なんか前の出方とちょっと違うね。前と何が違うんだろう、わかんないけど。ほら見て、ほら根が出てる。ほらすごくない？11日目だよ今日。まだ11日目だよ。ちょっと待って。いや、前ほどの感動は正直ないんだけど、なんか根の出方が違う。面白い。やばい。ちょっともう鼻水が止まんないんですけど、やばい。この気温差でちょっと私ね、結構やられてるんですよ。ほら、すごくない？ほら、すごくない？すごくない？やった。これね、なんかね、芯に生えてないんですよ。なんか脇芽とか出てない。脇芽が出てないのに根が出てる。よし、これ出てるね。あ、これちょっと少ないけど見て、なんかほんとなんか脇毛ちょっと生えてる感じ脇毛ってね、腐りかけじゃない？これ大丈夫？次、すごいね。11日目でじゃあ植え替えれるじゃん。ほら、これもみつきちゃんが三脚で遊び出したのでちょっと揺れてます。これめっちゃ、これいい感じ。ほら、みつきちゃんそこ揺れちゃうな。ブルブル揺れちゃうな。何してるのかな。ほら、いやーみつきちゃんお遊び用のブロッコ用意しましたすぐ行ってくれましたよ。いいね、せーの、よいしょ。まあまあ危ないけど、よいしょ。上手ね。はい、そんなわけで、サクサクいっちゃいましょう。すごい。しかもさ、鹿沼土リサイクルだから、ほとんどねえ白いきます。よいしょ。ほら、1、2、3、4、5、6、7、8。ほら、土だね、土。なんかさ、私前も言いましたけど、やっぱね、なんか鹿沼土、でも今回あんま変わんない。なんか鹿沼土と刺身用の土だと、前はね、鹿沼土だけの方が太かったんですけど、今回あんま変わんないね。はい。土でーす。少ないけど出てるよ。ほら、これも出てるよ。
じゃあ次はオステオペルマムスーパーホワイトのご近所さんがくれたんですよ。で次の日にサフィニアの次の日にもらってちょっと刺してみたんですね。とりあえずそれが出てるかどうか見てみたいと思います。ちょっと茎もねなんか太いところいただいて、そうなんかほっといたら根付くよとかって言われて、どうなんだろうね。出てないね。根は出てないんですけどね、ここら辺ね新芽的なものは出てるんですよね。映ってる？ない？これもね出てないね。根はね出てないんですけど、ほら芽が出てるんですよ。なのでこれも植えたいと思います。白が13、ピンクが12本、全部根が出てました。培養土に植え替えます。すごい中ね。いかがでしたでしょうか。素人マルコにもなんとかここまで育てることができました。で私前回初めて撮影しましたっていう動画アップしたじゃないですか。で時にお花の先輩の達人の方々から皆様からもう温かいコメントをいただいて、こんなやり方がありますよっていうことなんですけど、私このセルボックスでやってるんですけど、アイスコーヒーのプラの透明のカップ、あれを使ったら中身が見えるので根が出てるかもうすぐ確認できると。やっぱり植え替えることによって根を少なからず痛めつけてしまうので、よかったらそういう風なやり方もありますよって教えていただいたので、ぜひ皆様身近なものでやってみてくださいね。で私はここからここに植え替えてるんですけども、もう一個一個植え替えなくても直接ね植木鉢とかに植えることによってお花をわんさか咲かせることができるので、できれば水管理がしやすい鉢植えの方がいいのかなと思うので、皆様のやり方でぜひ2週間でできます。ぜひやってみてください。あとは私ね植える場所なんですけど、もうあるのじゃなくて形はあるの、場所がない。ドーンともうど真ん中にやったのかなとかと思って、で2週間後にはこの子たちもこうなってこの子たちはこうなるので、それまでになんとかやりたいと思います。ちょっとお約束はできませんので、はい、そんな感じで皆さんお疲れ様でした。最新情報でした。